節分の正体、旧暦の大晦日、福豆は最強の大麻の武器。鬼は外、福は内。で、ガク君、本気で投げすぎです。痛いです。あ、すみません。今年の恵方はどっちだってと悩みながら投げてたら力が。しかし前さん、なんで2月3日に豆をまくんでしょう。1月のお正月が終わったばかりなのに、またイベントですか？ガク君、実は節分こそがかつての日本にとっての本当の大晦日だったんです。大晦日は12月31日じゃないんですか？それは明治以降の話です。旧暦では立春が1年の始まり、つまり元旦でした。その前日である節分は年越しの大掃除ならぬ大祓いの日だったのです。今日は単なる豆まきイベントに隠された古代人の恐怖と願いの歴史を紐解きましょう。まず節分という言葉の意味ですが、文字通り季節を分けるという意味です。本来は立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前日、つまり年に4回ありました。年に4回も豆をまいてたんですか？掃除が大変だ。いいえ、豆まきが定着したのは室町時代以降ですが、節目は4回ありました。その中でも冬から春になる立春は新しい命が芽吹く最も重要な節目です。だから江戸時代以降は節分といえば春の節分を指すようになったんです。なるほど。新年を迎える前の年越し儀式だけが残ったんですね。この儀式のルーツは平安時代の宮中で行われていた追儺にあります。ここで登場するのが方相氏という呪術師です。彼は黄金に輝く4つ目の仮面をかぶり、矛と盾を持って鬼を追い払いました。4つ目の仮面？なんか鬼より怖そうですね。その通り、あまりにも見た目が恐ろしすぎたため、時代が進むにつれて人々はこいつが鬼なんじゃないかと勘違いし始めました。ヒーローが悪役にされたんですか？はい。9世紀頃までは鬼を払う役だったのに、いつの間にか追われる鬼の役になってしまった。これが現代の節分で鬼役がいる起源だという説もあります。歴史の皮肉ですね。見た目で判断しちゃいけないという教訓か。ではそもそも鬼とは一体何なのか？赤鬼や青鬼のような角の生えた怪物を想像しますよね。はい。虎のパンツを履いて金棒を持ってるイメージです。それは後付けのイメージです。鬼の語源は怨だと言われています。つまり姿が見えないもの、この世ならざるものです。見えないものを透明人間ですか？具体的には疫病、ウイルスや災害、飢饉のことです。科学がなかった時代、突然人が死んだり作物が枯れたりするのは目に見えない邪悪なき鬼がやってきたからだと恐れられたんです。だから鬼は特定のモンスターではなく、悪いこと全般のメタファーなんですね。ちなみに角が生えて虎のパンツを履いているのは鬼門、北東の方角が十二支でいうと牛と虎の間からです。牛の角に虎のパンツ、ダジャレみたいな理由で決まってたのか。さらに仏教では鬼の色にも意味があると言われています。いわゆる五色の鬼です。それぞれが人間の煩悩を表しています。赤鬼は貪欲、すべての悪心の象徴です。青鬼は怒り、貧相で欲深い心を表します。黄鬼は後悔やわがまま、緑鬼は怠惰、不節制でだらけた心、そして黒鬼は疑い、卑しい心を表します。うわ、全部当てはまる気がする。僕の中に鬼が5匹もいる。豆をまくというのは自分の中にあるこれらの悪い心を追い出す儀式でもあるんです。そんな鬼を追い払う最強の武器が豆です。なぜ豆なのか？石や手裏剣じゃダメだったんでしょうか？豆、特に大豆は穀物の霊力が宿ると信じられていました。まくことでその生命力、精霊を場所に満たし邪気を払うんです。さらにここにも言葉遊び、言霊があります。間の目に豆をぶつけて間を滅する、つまり豆です。ダジャレだ。日本人は昔からダジャレが好きすぎませんか？言霊信仰と言ってください。言葉と音には力が宿るんです。ちなみに使う豆は必ず言った豆、福豆でなければなりません。生の豆をまいてそこから芽が出てしまったらどうなると思いますか？植物が育っていいんじゃないですか？いいえ、邪気が芽吹くとして非常に縁起が悪いとされています。だから火を通して間の芽をいる必要があるんです。徹底してますね。絶対にあいつらを根絶やしにするという執念を感じます。もう一つ強力な魔除けアイテムがあります。ヒイラギイワシです。焼いたイワシの頭をトゲのあるヒイラギの枝に刺して玄関に飾る風習です。見た目がえぐいですね。これにはどんな効果が？鬼は臭いものと尖ったものが苦手なんです。焼いたイワシの強烈な匂いで鬼を遠ざけ、それでも近づいてきたらヒイラギのトゲで目を刺す。物理攻撃と科学へ行きのダブルパンチ。
殺意が高すぎる。でも、焼いたイワシなんて飾ったら、鬼の代わりに猫が来ちゃいませんか？あ、それはありえますね。猫は福の神、招き猫。なので、むしろ歓迎しましょう。では、海外に目を向けてみましょう。実は節分と非常に似たイベントが世界中にあります。最も有名なのはハロウィンです。ハロウィン？かぼちゃとお菓子の祭りですとね。あれももともとは古代ケルト人の一年の終わりの儀式です。季節の変わり目には、あの世とこの世の境界が曖昧になり、死者の霊や悪霊がやってくる。だから、怖い仮面をかぶって仲間だと思わせたり、火を焚いて追い払ったりしたんです。鬼のお面とジャック。お、ランタンは役割が同じだったのか。中国の春節、旧正月もそうです。ねん。にぇん。という怪物が来るのを防ぐために赤い紙を貼り、爆竹を鳴らします。豆の音が中国では爆竹の音に変わるんですね。また、ヨーロッパにはクランプスという悪い子供をさらう鬼の伝承もあります。どの国でも季節の変わり目はリセットの時であり、悪いものを追い出して新しい幸運を呼び込みたいという願いは共通なんです。最後に、最近定着した恵方巻きについても触れておきましょう。あれ、食べるの大変ですとね。無言で一本丸かじりって窒息しそうになります。実は恵方巻きの歴史は浅く、豆巻きほど古くはありません。わっしょうは大阪の商人が始めたという説や、芸遊びが由来という説がありますが、全国に広まったのはなんと1980年代以降、コンビニエンスとあの戦略です。バレンタインデーのチョコみたいなものですか？その通りです。でも、そこに込められた縁を切らない、包丁を入れない、服を巻き込むという願い自体は素敵なものですよね。ちなみに恵方というのは、その年の福徳を司る神様、歳徳神がいる方角です。毎年変わるのは神様が引っ越ししてるからなんですね。ところで、日本には豆まきをしなくていい人たちがいるのを知っていますか？特権階級ですか？お金持ちとか？いえ、渡辺さんと坂田さんです。平安時代の武将、渡辺綱と坂田金時が鬼を退治したという伝説があるため、その意向を恐れて、鬼がその家には近づかないと言われているんです。最強の魔除けネームだ。僕も解明しようかな。あと、豆まきは必ず夜にやってくださいね。鬼は牛三つ時、真夜中に来ますから。そして窓を開けて鬼は外と言ったら、すぐに窓を閉めてから福は内です。そうしないと、せっかく呼び込んだ福が逃げたり、鬼が戻ってきちゃいますよ。芸が細かい一種の封印儀式なんですね。今日は節分の意外な歴史と意味について解説しました。豆津の豆まきとリセットの大晦日。そう思うとただの豆投げ合戦も神聖な儀式に見えてきました。気持ちを切り替えて新しい春を迎えるためのデトックスだと思ってください。よーし、心の鬼も追い出すぞ。鬼は外、福は内。あ、ガクくん、投げた豆は後で全部拾って食べてくださいね。年の数だけ食べるんでしたって。お腹いっぱいになりそう。皆さんの家では節分にどんなルールがありますか？落花生を巻く、チョコを巻くなど地域ごとの違いもぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。